宮本さん、プロデューサーさん、この度はお世話になります。一緒に頑張りましょう。一ノ瀬さん、プロデューサーさん、こちらこそよろしくお願いします。楽しみましょう。それで私とフレちゃんを呼んで一体何のお叱り？心当たりがありすぎて逆にない。お叱り？それともコシヒカリ？お腹が空いてきたね。お仕事とお叱りってなんだか似てるよね。あれ？どっちだっけ？コシヒカリ？フレちゃん、フレちゃん、なんとお仕事なんだって。お仕事？おやおや、プロデューサーがそろそろ話を進めたそうな顔をしているね。どうするフレちゃん、もう少し揺さぶってみる？勝手式ちゃん、そりゃあゆさ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 。新曲をもらって私たち2人でライブか。いいねいいね。そういうことは早く言ってよ。それとライブまで密着取材だっけ？大変だよ、しきちゃん。私たちのすごく真面目なレッスンシーンがみんなに見られちゃう。大変だ。どうするフレちゃん、サボる練習する？オッケー。おサボりレッスンをトレーナーさんにお願いだね。はいはい。しきさん、フレデリカさん、どこにいらっしゃいますの？トレーナーさんが呼んでらっしゃいますのよ。困りましたわ。レッスンルームに一向にいらっしゃりませんし、お電話も通じませんし、取材にいらした方々もどうすればいいか困ってらっしゃいます。どちらかお一人でも早く。あら？あれは事務所のソファーで寝て。もう起きてくださいまし。お仕事の時間ですのよ。なんだ、ももかちゃんか。もかです。フレデリカさんも早く起きてください。へえ、フレちゃんはカフェオレ派だよ。モカの話は続けてません。シキさん、また寝ようとしないでくださいまし。ここでこっちの液体を加えると、すごい！しきちゃん、科学者みたいでしょう。もっともっと褒めたまえ。見つけましたわよ、お二人とも。そんなことしていないで、レッスンのお時間ですわよ。まあまあ、ももかちゃん、ちょっとこれ見てよ。綺麗なお水でしょ？でもここにこっちのを入れると、まあ、急に白い結晶まあなんとなくドラマがあったりいなかったり、まあないんだけど面白そうだったからだよね。それよりもさっきのに次はこっちを入れると、
消えて駅の色が変わりましたわ。これは一体どういう。桜井、お前まで取り込まれてどうする。こいつらのペースに巻き込まれるな。そしてお前たちにはまず根本的な協調性と集団行動を教えてやらねばならんな。にゃはは、お手柔らかに。プロデューサー様、大変ですわよ。フレデリカさんたちが。もしもしプロデューサー、お電話で失礼しまーす。さて、突然ですが問題です。今フレちゃんたちは一体どこにいるでしょう。ブッブー。答えはニューヨークでした。にゃはは、これで君も私たちの共犯者だね。プロデューサーもトレーナーさんに怒られるときは一緒だよ。全然。私のただの気まぐれです。気が向いたらね。じゃ、行ってきまーす。大変ですわ、プロデューサー様。これではレッスンのお仕事もできませんわよ。あのお二人ったらいつの間にそんなに遠くへ。どうしましょう。連れ戻そうにもさすがに国外は。待つしかありませんの？あら、どうかしたの？随分と慌てているように見えるけれど。それが、実は。それは通話先からフレちゃんが説明しよう。なんとフレちゃんとシキちゃんがいつの間にかアメリカへ高飛びしてしまったのだ。オッケー、わかったわ。さては大したことじゃないわね。大したことだよ。シキちゃんとフレちゃんがいないんだよ。つまりシキちゃんとフレちゃんがいないんだよ。プロデューサーさんは落ち着いてるのね。もしかして知っていたの？あら、そうでしたの？まあ、あなたが判断した上でのことなら問題ないんでしょうね。大丈夫よ、モモカ。あの二人もバカじゃないもの。適当なところで切り上げてくるわ。プロデューサーちゃまたちがそうおっしゃるのなら。ですが、本当に大丈夫ですの？こちら一ノ瀬。エージェント宮本、応答せよ。こちらエージェントフレちゃん、突入しますか？カーカー。ただいま懐かしのマイラボー。薬品の匂いは変わらないね。抜き足、差し足、忍び足。すごいスパイ映画みたいだね。こっちの機械何かな。見てシキちゃん、すっごいかき混ぜられてる。おっとっと、フレちゃん、機械にはあんま触んないようにね。さすがに時々本当に危ないやつあるからさ。はーい。やあっちもこっちも懐かしいな。何人かは知らない人のデスクがあるけど、エチルアセテートにクロロホルム、ヘキサン、有機金属試薬。懐かしい名前。あの頃は毎日見てたのにね。ここが
しきちゃんがずーっといたとこ？そうだよ。私の席はあっち。どこどこ？こっち？でも荷物がいっぱいあるよ。そりゃ私はいなくなったから誰か新しい人が入ったんだと思うよ。なるほど。ちょっと残念。お、あっちに置いてあるのは購入を見送ってた最新分析装置。ついに買ったんだ。思い切ったね。こっちの実験は何をして？ああ、なるほど。発想は悪くないけどこれはうまくいかないと思うな。私の知らないしきちゃんがいる。ハロハロー、ケミストの一ノ瀬です。ナイストゥミーチュー。ボンジュール。レイジーのレイジー担当宮本です。よろしゅうこ。私の知らないフレちゃんだ。知ってるフレちゃんでしょ？ほんとかな。私の知ってるフレちゃんは円周率を40桁言えるんだけど。円周率はじめまして、宮本フレデリカです。はじめまして。これからよろしくね。お、この人の研究覚えてるよ。どれどれ進捗は私が出てった頃から全然進んでない。しきちゃんが仲良かった人？仲はどうだろう。よくはなかったよ。ていうか悪かったかも。思い出してきた。私は正直興味なかったんだけど、あれは嫌われてたんだろうね。嫌われてたって。わかった。しきちゃん、いつもみたいに実験の邪魔をしたんでしょう。そうそう。違う薬品を混入させたり、関係ない実験をやってみたり、いろいろ私も邪魔をしてないんだよね、実は。嫉妬なのか見栄なのか、くだらないプライドなのか、ほんと何がしたかったのかよくわかんないんだよね。私の実験の邪魔をしたところで自分の研究が進むわけじゃないのに、非合理的、非論理的。まあいっか。顔も思い出せない相手のことなんてどうでもいいよね。そうそう。過去は過去、今は昔。人間の目は前を見るために未来についている。じゃあこんなことしちゃう。見事なムーンウォーク。フレちゃんもやる。つつつー。後ろ向きに私たちは前進していく。その行き着く先は？見て見て、しきちゃん。ここの机、書類や本がいっぱい。どれどれ、お名前は？一ノ瀬。一ノ瀬？というわけで、ここは私のパパの席です。パパさん。娘さんを、しきさんをフレちゃんにください。きっと幸せにしてみせます。フレちゃんと幸せになります。じゃあまずは幸せの定義づけから始めよっか。幸せはみんながハッピーなことだよ。それで、しきちゃんがここに来たかったのって、もしかしてパパさんのとこに来たかったからなの？いや、別にそれは目的じゃないよ。
今なら何か違う視点で物を見れるかなって思っただけなんだけど。それ、写真？写ってるのはパパとママと私、家族写真ってやつだね。研究デスクになんて飾っちゃってまあ。隣にもう一枚隠してある。しきちゃんだね。アイドルのお仕事の写真。こっちの写真は私がもらってこっかな。人間の目が前についてるのは未来を見るためだからね。フレちゃんは時々いいこと言うよね。そろそろ帰ろっか。もうこの場所には興味ないです。プロデューサーやももかちゃん、かなでちゃん、トレーナーさんたちが待ってるからね。そんなこんなでただいま。お土産には八つ橋を買ってきたよ。八つ橋？なんで？違いますわ。お二人とも突然いなくなったりして、レッスンも全然進んでませんし、取材の方たちだってほったらかしで、お仕事を何だと思ってらっしゃいますの？どうどう、ももかちゃん。いい子いい子。ほーら、八つ橋だよ。はあ、まったくもう。取材だけでも、まずはしっかり受けてきてくださいまし。しきちゃんもう疲れちゃった。わがままばかり言うんじゃありません。しきちゃんしきちゃん、ももかちゃんに心配かけてばっかりなのも良くないし、今日はもうちょっと頑張ろっか。仕方ないね。じゃあ行こっか。よろしくお願いします。私たちがこんな感じなのは最初からだよね。フレちゃんは適当におしゃべりしてるからそんなに考えてもないし。そんな感じかもね。適当に適当を重ねてるだけかもだけど。いや、特に意味はないよ。実験をしてみせたら、なんとなく実験室のあの空気がまた吸いたくなってさ。そうだ、それで思い出した。お土産の八つ橋があるんだよ。みんなもう食べて食べて。お疲れ様。フレちゃんもさすがにお疲れちゃんだよ。二人ともお疲れ様。海の向こうはどうだった？海の向こうはね、何にもなかったよ。帰ってきたら質問攻めで、しきちゃんくたくた。なんかあの記者さん、前と感じ変わった？実験見せた時よりグイグイ来てる気がする。いっぱい待たせたから？めんどくさい。別にあなたたちがいない間に何かあったわけじゃないけれど。でもそうね、
あなたたちへの壁は少し薄れたのかも。普段のあなたたちって何考えてるかわからないから怖かったんじゃないかしら。それが大舞台を前に故郷に帰りたくなる本当は寂しがり屋でか弱い女の子なんて思っちゃったら、いかにもわかりやすくて可愛らしくて接しやすくなるじゃない。きっとそういうことだと思うわ。そっか。なるほどね。そういうことか。アメリカまで探しに行ったのに結局こんなとこで見つかるなんておかしいね。そっか。私怖がられてたんだ。すいません。ミルクティーを一つとコーヒーを二つと、ももかちゃんは何にする？私はハーブティーを。はいはーい。じゃあハーブティーもお願いします。全然共感できない。わかんないことは楽しいことでしょ？わかんないことが怖いなんて私には全然共感できない。なんであのね、シキ。これは一般論だけど、普通、わからないことは怖いわよ。自分にとって害があるものかもしれないし。だからみんな、必死にコミュニケーションをして、相手を理解しようとしたり、相手に理解されようとしたりするの。だけど、人は分かり合えないから。自分を理解可能な範囲に切り取って、その断片を相手に渡すの。そうやって矮小化された、記号化されて退屈になっていく自分を、本当の自分だと自分に言い聞かせて。ね。かなでちゃんが全然わかんないこと言ってる。かなでちゃん怖い。ちょっと、せっかく人が真面目に話したのに台無しじゃない。でもさ、退屈になってくだけなら本当の自分とか理解なんていらないのにね。それよりはみんなが楽しくなれる嘘の方がハッピーだと思うんだ。先ほどから皆様のお話は難しくてよくわかりませんわ。嘘とか本当とか退屈とか、嘘をつくのは良くないことではなくてももかちゃんはかわいいね。そのまままっすぐ育つんだよ。子供だからと思ってバカにしてらっしゃいますの？いやいや、褒めてるよ。それもすっごく。わかんないってちゃんと言えるのはいいことだもん。半端に分かった気になってるよりずーっとね。またそうやってよくわからないことを言って。あなたたちはいつもそうですわ。ふざけてみんなを振り回して、その上レッスンもせずにこうやってお話ばかり。まずは目の前のお仕事にきちんと取り組むべきではなくて？あなたたちは一体何がしたいんですの？何がしたいかってふっふん。私はね、私がしたいことをしたいの。それ以外はどうでもいい。フレちゃんはみんながハッピーになることをしたいな。それで私とシキちゃんで何ができるのかは
ライブ当日のお楽しみかな。それまで秘密の方がワクワクするもんね。だからご期待あれ。わかりましたわ。そこまでおっしゃるのであれば見届けさせていただきます。お二人のステージを最後まで。まったく、小さなお姫様にあまり心配をかけちゃダメよ。二人が向こうにいる間ずっと気にしてたんだから。言ったからには答えてあげなさいね。任せて。ねえねえ、しきちゃん。何フレちゃん。ちょっとだけそろそろ真面目にやろっか。ん？なんだかさ、嫌だったんだ。しきちゃんのこと勝手に分かられたみたいで。本当は寂しがり屋の可愛い女の子なんてさ、すっごく分かりやすくてつまんないでしょ。かなでちゃんはそれが普通だって言ってたけど、誰も楽しくならない退屈なだけの本当なんて私たちにくっつけてほしくないの。その退屈なものが本当に本当だったとしても？だったら嘘をついてもらおうかな。それにしきちゃんは誰かに理解させてあげられるほど簡単じゃないでしょ。ねえねえフレちゃん。フレちゃんはさ、私のこと怖い？全然怖くない。いいねいいねいいね。やっぱりフレちゃんすっごく面白い。いいよ。興味湧いてきた。フレちゃんとなら私は何ができるのか。私たちの実験を始めよっか。見せてあげようよ。あの記者さんや心配してくれたももかちゃん、かなでちゃん、放っておいてくれるプロデューサーに私たちのとっても楽しいステージを。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。よーし、そこまで。なかなかやるじゃないかお前たち。生意気にサボり倒していただけのことはある。にゃははんでしょ。私たちはね、実はやればできる子なんだよ。なかなかやらないんだけどね。少し予定を組み替えるか。一旦休憩とする。少し待っていろ。いきなりでそんなに揃うなんて、さすが息が合うわね。コンビネーション、本当にお互いを分かり合ってますのね。それほどでもあったりなかったりだよ。分かり合っては全然ないんだけどね。私フレちゃんが何考えてるか全然わかんないもん。フレちゃんが何考えてるのか全然わかんない。しきちゃんの考えてることも。そもそも分かる必要なんてあるのかな。ダンスも歌も形だけでちゃんと揃うよ。ねえ。息ぴったりじゃないですか。よし、
待たせたな。お前たちを退屈させないメニューに組み替えてきたぞ。さあ、レッスンを再開しようか。結局最後までふざけずにレッスンをやり遂げましたわね。いやー、いい汗かいたね。体中のお水が全部出ていくかと思ったよ。それは大変。早くフレちゃんにお水をあげなきゃね。はーい。ありがとう。ばー、生き返る。いやいや、いつもとはちょっと違うんだ。なんて言ったってしきちゃんと私の二人の曲だからさ。少しだけ本気になっちゃうよね。いたずら大成君たち、さすがに単純すぎるんじゃない？功。取材されちゃってるから一回くらいちゃんとレッスンした方がいいよねって話し合ったんだ。取材専用真面目フェイスのしきちゃんはどうだった？いい感じの記事にしてよね。そんな嘘なんて。私もまんまと騙されてお二人を少し見直すところでしたわ。本当かしら。いえ、だからお二人の嘘だと今。本当にあれは嘘なのかしら。二人の本心がどうだとしても、汗を流してレッスンを受けたことは変わらないでしょ。その通りですわね。なんだかもう何もわからなくなってきましたわ。おう、プロデューサー。打ち合わせは終わった？しきちゃんたちはしばらく待機？了解。退屈だにゃ何これ、私たちの写真が載ってるよ。ああ、これこないだの取材のやつ？ついこの前なのにもう記事になってたんだね。まあそりゃそっか。このライブの宣伝のためだもんね。しきちゃん密着取材だって。もしかしたらとんでもない秘密が書いてあるかも。読んで読んで。どれどれ？結局のところ、彼女たちのどこまでが素顔でどこからが作り上げた顔なのか、我々には推し量ることができなかった。しかしそのあり方こそが彼女たちの魅力の源なのだろう。だってさ、むにゃむにゃ。アリスちゃん、もうイチゴは食べられないよ。フレちゃん、起きて起きて感動の記事だったね。全米が、全フランスが、全日本が泣いた。あんまり感動するとこはなかったけどね。私たちの記事だからね。
暇つぶしにはちょうどよかったかな。さ、フレちゃん行こっか。オッケー、しきちゃん張り切ってうん。これならきっとみんなのこと夢中にさせられる。楽しくて素敵なステージをみんなに届けられるよね。はっ、プロデューサーにももかちゃん、かなでちゃん、リハ見ててくれた？しきちゃん、フレちゃんに見とれちゃったでしょ。さすが仕上がってたわね。本番もももかと一緒に見させてもらうわ。約束通り見届けさせていただきますわよ。お二人が作るステージを。はいはーい。楽しそうですわね、しきさん。うんうん、楽しいものが見れたからね。やっぱりフレちゃんといると飽きないよ。だから私フレちゃんのこと大好きなんだよね。私もしきちゃんのこと大好きだよ。しきちゃんといるといろんな楽しいことができるからね。ねえねえプロデューサー、ちょっとプロデューサーに聞いてみたいことがあるんだ。プロデューサーはさ、しきちゃんとフレちゃんの本音わかる？フレちゃんとしきちゃんは似てると思う？うんうん、それでオッケー。わからないのが私たちを一番わかってる。私もフレちゃんもプロデューサーもなんにもわかんなくてそれでオッケー。わからないままきちんと接してくれる。だから君は私たちのプロデューサーで、私たちは私たちでいられるんだよ。ー。でもわからなくてもちゃんと考えてね、私たちのこと。そうそう、脳を振り絞って君の思考回路全部私たちでいっぱいになって。今見えてる私たちは嘘？本当？それとも嘘に見える本当？怖くて刺激的で圧倒的な理解不能を見せてあげる。退屈な本当より楽しい嘘を見せてあげる。みんなに壊れる甘美を味合わせてあげる。私たちでおかしくなっちゃえ。一ノ瀬さん、プロデューサーさん、この度はありがとうございました。宮本さん、プロデューサーさん、楽しい経験になりました。ありがとうございました。ありがとう。プロデューサーもいいプロデュースだったよ。君も私たちに負けず劣らずクレイジーだよね。そういうことにしておいてあげる。これからもよろしくね、プロデューサー。今回はちょっと本気出しちゃったから、しきちゃんはしばらく省エネモードになるね。つまりいつも通り。そういうこと。任せて。あら、二人ともプロデューサーさんとの話は終わった？おや、かなでちゃん、ももかちゃん、終わったよ。
賛美の嵐にしきちゃん照れちゃった。ごきげんよう、お二人とも。ごきげんよう、ももかちゃん、かなでちゃん。ライブ見てくれたんだよね。どうだった？お客の反応が面白かったわね。最後はなんだか魂を抜かれたみたいにあなたたちに釘付けになってて。私も約束通りお二人のステージをきちんと見させていただきました。結局お二人は何がしたいのか最後まで私には分からなくて、分からないから次に何が起きるのかとずっとドキドキさせられて驚かされて、気がついたら夢中になっていましたの。あれがお二人のステージですのね。そう、それが私たちのやりたかったこと。楽しんでもらえたならよかったよ。でしたら認めないわけにはいきませんわね。あのステージは確かにお二人にしか作れないものでしたから。アイドルとしてのあり方なんて一人一人違うものだから面白い。ありがとう。あなたたちのステージいい刺激になったわ。こっちこそいろいろ心配かけてごめんね。でも最後まで見ててくれてありがとじゃあそういうことでおつでりか。失礼する。プロデューサー殿、一ノ瀬と宮本は来ていますか？あら、トレーナーさん。また何かやったんですの？レッスンの時間になっても一向に来ないのでな。ここではないか。となると、そもそも来てないか？変わりませんわね。あの人たちは本当に。大きなライブを一つやり遂げたばかりだなんて全然思えないわね。やば、見つかったよフレちゃん。なんてこった、逃げるよしきちゃん。そいつがフレちゃんだ。お前らいい加減にしろ。そろそろおとなしくなれ。本当に変わらないままでよろしいのでしょうか？まあいいんじゃないかしら。だって